どうも、ジャルです。今週も、エボニープレイ配信をやっていきたいと思います。ということで、今週はね、同盟ボスの話をしていこうかなと思います。あ、ララさん、こんじゃるは、どうもです。はい、以前ね、どんぐらい前だろう、なんか2ヶ月ぐらい前かもしれないんですけれども、2ヶ月ぐらい前、そうだよな、なんか7月くらいにね、1ヶ月間ぐらい出てた。あ、都庁さん、こんばんは。コメントありがとうございます。同盟ボスが復活しましたよということでね、同盟ボスについてを見ていこうかなって思っています。はい。ということで、まずはね、お知らせ。お知らせがね、来てたと思うんですよ。これ。はい、同盟ボスイベント開催期間調整のお知らせということで、君主様たちの熱い盛り上がりを感じ、その熱意にお応えするためということで、はい、熱意があったそうですね。あ、たまみさん、こんじゃるは、ありがとうございます。はい、みんなの熱意がね、すごかったそうで、同盟ボスが、常設イベントになりましたということで、まあ、ワールドボスみたいな感じですよね。ワールドボスみたいに、もう同盟限定の、まあ、イベントが出来上がりましたよと。バイキングかな、バイキングチャレンジに近いのかな。あ、長谷川さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。イベント開催期間の調整と合わせてですね、個人ダメージランキングのランキングリワードが、ライオンハートのバッジが入りましたということと、あとは、このバッジを使用して、引き換えできる。引き換えできること自体はね、前と同じだったと思いますというのと、あとはこのバッジがね、もう、なくならない系のアイテムになりますというのと、あと28日ごとに引き換え回数がリセットされます。これがね、今ちょっと気になってるところなんですよね。ここはね、ちょっと面白いなと思って見ようと思ってます。で、一部のモデルにおけるイベントカウンター表示の問題を修正しましたみたいなところがありますということで、エボニーからのお知らせって、このグッドマークとバッドマークがね、ついてるんですけど、私、いや、押すの大体忘れるんですけど、グッと押すことが多いんですけど、あの、イメージ的にはバットの方が多いんですよね。その中では、確かにグッドが多いので珍しくグッドが多いので、君主様たちのね、熱い盛り上がりがあったのかもしれないなと思いました。あららさん、1ヶ月に1回引き換え回数がリフレッシュされるんですね。いや、そうなんですよ。そう、引き換え回数がリセットされるということで、これ多分結構重要かなと思っているので、はい、ちょっとそこを見ていこうかなと思います。ということで、いつものね、イベントセンターのバナーのところにね、ちょっとこの、ね、赤丸が今ついてます。同盟ボス。はい、同盟ボスちょっとね、わかりづらいというか、他のと若干違ってね、この移動をね、一回押さないとね、専用画面に行かないっていうね、もうすでに過去に来たイベントなんで皆さん慣れてると思うんですけど、はい。うちの同盟はね、今、レベル2の銀血の騎士セリサイトを選んでますね。あ、なんか違うとこ押しちゃった。はい。このね、デバフみたいなのがかかってるので、今回ね、その騎兵で殴るときに多分都合がいいのがセリサイトな気はしますね。はい。これも騎兵ダメージ20%アップだ。こっち、歩兵のダメージがダウンします。素直にね、いつも通り騎兵で殴れば良さそうですね。はい。で、ランキングが、個人ランキングトップ、本同盟の最大ダメージ、同盟ランキングトップみたいな感じで、ランキングが出ていますということで、変わったのがこのランキングリワードですね。まだ私、殴ってないんで、ランキング入ってないです。はい。で、これ、隣、オークションとかと一緒、あと、なんか同盟総動員とかとも多分一緒で、多分近くのね、同盟と、併設というか、このサーバーだけの
戦いじゃないんですよね。ワールドボスってサーバー内なんですけど、このね、JUS さんね、もう超知ってるんですよ。よく戦場で当たる、隣のサーバーの方なんですけど、同盟なんですけど、はい。はい。ということで、複数ね、サーバーが入り混じって戦うので、これ結構ね、ランキングを狙うのがね、難しそうな感じがしますね。はい。で、JUS さん、多分、隣のサーバーのところが今1位ですかね。はい。まあ、まだね、時間合わせてやってないので、まだまだ変動するかなとは思ってるんですけれども。はい。で、リワードの詳細、ここですね。はい。ここの単回ダメージランキングリワード。これ前回は、前回開催したときは、この、個人リワードに、この銀欠のライオンハートのバッジ入ってなかったんですけど、まあ、今回から含まれるようになりましたよというところが、違いのようですと。で、これね、10位までとかじゃなくて、一応ですね、その後の6位から10位で、その後またね、20位、50位、100位、で、200位とかまでね、結構、200位どころか500位まで行くわ。でも500位まで行くと、ライオンハートのバッジもらえないですね。せめて200位以内に入らないと、ちょっともらえないみたいな感じになってるんですが、まあ、ちょっとね、頑張ると、この銀欠のライオンハートのバッジ、まあ、そうじゃなくてもね、みんな大好き、アレースの地とか強化石、ルーンストーン、で、素材も手に入るということで、まあ、結構いいアイテムが手に入るので、またね、なんでしょう、PVP は苦手だなっていう方にとっては、火力をね、求める、PVE、モンスターハントの火力を求めるイベントが増えたということで、まあ、結構いい変化なのかなみたいに思って見ていました。ということでね、私もね、騎兵増やしたいなって思ってるんですよね。ゴリゴリに騎兵増やしたい、今ちょっとセーブしてるんですけど、はい、こういうイベントが増えてくるとね、騎兵増やしたいなって思ってきちゃいますと。はい、で、まあ、ただね、ちょっとね、さっきも言った通り、他のサーバー内じゃなくて、他のサーバーと合同なんで、まあまあ、ランキング狙うのきついんじゃないかなと思ってます。はい、私の中途半端な戦力でね、どれぐらいになるかを今日はちょっとやってみたいなと思っています。まあ、ただね、唯一いい話は、期間が短いんですよね。殴れるタイミングが、火曜日、水曜日のこの2日間だけなんですよ。火曜日と水曜日だけ召喚して殴れるんで、はい、ここをね、逃しちゃうと、ランキング入ってこないんで、はい、もうしっかりね、この2日間でしっかり殴らないといけないですと。で、同盟ダメージランキング、はい、こっちもね、いつも通りですかね。はい、それなりのアイテムが手に入りますよということで、はい、同盟でね、ラリーかけて、殴るのも重要かなという感じで、まあ、ワールドボスと同じですねと。で、重要なのが、先に、リワードだ。はい、うちの同盟もすでに、皆さん殴り始めてるので、はい、アイテムめっちゃもらえますね。いや、もうね、素材がもらえるのが嬉しくてしょうがない。わーいわーい。ステージ5でいいアイテムがもらえるのに、その後またちょっと報酬下がるんだ。で、またステージ10。まあ、みんながね、殴れば、まあ、行くのかなと。まあ、ちょっと人数が少ない同盟だったり、農民が多い同盟だとちょっときついかもしれないですけれども、まあ、それなりにアクティブが多い同盟だったり、同盟の規模が大きければ、まあ、200M いけるのかなっていう感じがしてますということで、しっかりね、みんなで殴るといいのかなと。はい。個人でね、殴るので OK なんで、個人あたりのリワードが 3M までなんで、3M ってことは、まあ、70人いかないぐらいですね。70人いかないぐらい、個人リワードを達成するとって、まあそうすると結構大変なんですけど、まあ一人で何回も殴ったりとかね、そもそも一撃が重い人とかがいるとね、この200M 達成するのかなって思ってます。はい、ってことで、まだね、殴ってないんですけども、個人では。この銀欠のライオンハートのバッジ、しっかり1週間プレイするとどんだけもらえるかっていうところなんですけど、10、20、30、40、55、
70、90、110、130。はい、130ということで、個人リワードですね。毎週しっかり 3M ポイント稼ぐと、130個の金欠のライオンバッジ。さらに、ジェムが4500もらえるんでね、これも殴り得ですね。はい。それまでのところも、賢者の石がもらえたりとか、結構美味しいんですよ。はい、これはね、しっかり、毎週ね、殴らなきゃいけないイベントだなっていう感じがしますと。で、130もらいます。で、あとね、運よくランキングに入れば、また銀欠のライオンバッジ、これもらえるんですけど、入らない前提で、130毎週もらえるとして、ここですよ。この、同盟ボスイベントの最大の目玉はこれ。ランダムな文明装備の巻の宝箱ということで、ですね、かけら30なので、もう確定で、文明装備が1個手に入るというイベントになってますと。あひかさん、こんちゃるは。どうもどうも、コメントありがとうございます。はい。このね、3300集めると文明装備が手に入ります。で、このバッジはね、なくならないですと。もう、バイキングやりながら来てます。はい。今日、王の対決、モンハンみたいなとことかはね、もう、バリバリ勝ってると思うので、ぜひ、暇つぶしに見ていただけると、暇つぶしというか、はい。プレイのね、合間に見ていただけたらと思います。はい。はい。で、これね、3300計算しました。はい。さっきね、これ、そもそも3300集めるのどんぐらいと。はい、1週間で130と仮定して、3300割ったら25って出てきました。ということで、25週間、およそ半年ですね。1年約52とか53週とかだったと思うんで、約半年個人のランキングリワードがめっちゃ狙えるなら、もうちょっとペースが早かったり、課金してね、ここのライオンハットのバッジゲットしたらまたその限りじゃないんですけれども、はい、確定で手に入るんだけれども、ランダム。ランダムでもちょっとだけ優しくて、ちゃんとね、制服王権、レア度の高い武器、胸、足ですね。それもちゃんと出るようにはなってるんですよ。そこはね、ちょっと優しいなというところでしたね。ララさん、半年か。いや、そうなんですよ。地道に毎週しっかり殴って、やっと半年みたいな。なので、なんか少しでもランキングをちょっとでも入れると、100位以内とか入れるとね、いいですね。10位以内に入れる人はなんかもしかしたら多分求めてないかもしれないんですけど、50位ですね。50位とか入れて、20とかもらえるようになると、だいぶ早まるかなとは思うんですけど、はい、一応ね、無課金でも、そんなに強くなくても、半年で1個文明装備がもらえる。ただ、ランダムですということで、はい、これ 8.3% いつものやつですね。ちゃんと、確率は均等ですと。で、今回の文明装備はフリーダムセットと高齢セットなんですよね。で、多分ここがミソで、23日と17時間みたいになってる。これ、同盟ボス引き換えショップが28日で、変わりますよっていうのが多分これで、この残り回数のリセットもあるんですけど、おそらく、この文明装備の入ってる中身も変わるんじゃないかなっていうのを、なんとなく勝手に予想してます。はい、答え合わせはね、24日後なんですけれども。深さん、はい、そうです。このライオンバッジが、今回の仕様変更で、なくならないようになったんで、貯めておけるようになりました。ので、そう、貯めればゲットできます。ただ、その貯めた後も、自分のね、ちょっとお気に入りの文明になるまで、もしかしたら待った方がいいのかもしれないなという感じがしています。はい、またね、これ4週間後の配信の時に、ここしっかりちょっとチェックしてね、果たしてフリーダムや高齢じゃなくなるのか、別のやつに変わるのかっていうのをね、見ていきたいなと思います。はい。ただね、なんていうか、
仮に、私だったらなんかテーベかなテーベを1個持ってるんで、もう1つぐらいテーベ欲しいんですよ。セット能力が、2個のセット能力が出るんで。でも、仮に片方がテーベでも片方絶対違うんで、おそらく2分名のうちから選ぶ形になるので、ちょっとね、なかなか、欲しいものが出る確率っていうのはめちゃくちゃ低いなっていう感じがしますね。ララさん、テーベは見た目が良いですね。良いですよね。そうなんですよ。テーベをね、1個交換してあるんで、もう1個テーベ欲しいんですよ。はい。ということで、ここのね、文明装備がもらえるっていうのは、今まで市民ルーレットですね。今週ね、市民ルーレットないんですよ。ララさん、見た目重視。いや、テーベは射撃も強かったです。攻撃時の射撃が強かったんで、はい、もう総合で選んだ覚えです。はい。文明装備が今までもらえるのって、その市民イベント、貴族金貨で文明ルーレット回す、あのイベントで、かつ、運が良くても、その、制服と呼ばれる、ヘルメット、頭、腰、指輪の部分しかもらえなかったんですけど、これであれば、その、まあ、左側、王権側のやつもね、ゲットできるかもしれないっていう、なかなか、はい、嬉しいのなんですけれどもですよ、はい、貯めて文明装備を、ガチャを狙いに行くのか、それとも確実にこういう素材とかをね、取りに行くのかっていうのは、結構悩ましいですね。はい、素材実践箱とか、アレースの地とかね、結構いいやつがあるので、はい、私は、1ヶ月のうち5回は素材実践箱を今なら選ぶなって思っちゃってます。はい、もうむしろね、もう今すぐに交換したい。はい。ドラゴンの鱗のレベル7が欲しいよって思ってます。はい。まあ、というところでね、まあ、この文明装備のがね、もらえるかもしれない。いや、もらえるんです、もらえるんです。時間はかかるけどもらえるっていうね、まあ、素敵な、イベントができたなと。まあ、ただね、なんというか、この、戦士の装備とか、ドラゴンの巻物箱とか、はい、こういうね、初心者ハメはやめてあげてくださいというところでぐらいですかね。はい。こんなの交換、知らない人は交換しちゃうかもしれないけど、これ、もう大損だからちょっとやめてあげてって思います。はい。そんなところで。ってことで、同盟ボスですね。せっかくなので、殴っていこうかなと思いますと。ということで、私の部隊が1個帰ってきたぞ。帰ってきた、1個帰ってきた。鉄鉱山出そうと思ってた。取られとる。そう、また後で話そうかなと思ってるんですけど、今ね、収穫の喜び、資源採集しろっていうね、イベントが来てるんで、土地のね、資源採集に出すのも重要なんですよねっていうので、なんだっけな、農場を探そう。農場を探そう。15あんじゃん、わーい。15出します。忘れないうちに。はい。で、騎兵のギアになってるね。騎兵のギアになってる。はい。じゃあ、同盟ボスを殴るにあたって、そうだ、もう私、今日はもう採取とか、資源のね、最終速度ダウンとかもあるから、今のうちに変えちゃおう。アビリティをちょっと変更して、この属州都市攻撃をね、ちょっと有効にしますと。同盟ボス属州都市関係あるよね。ないのかな、どうだろうな。まあ、関係ある気がするので。あと、せっかくなので、めちゃくちゃ余ってる、ドーピングをしようと思います。はい。兵士の攻撃力、アドバンス攻撃力、1700とかでもね、絶対使わないから。なくなんない。それどころか、本当に目指すんだったら、このスーパー HP アップとかね、もう使ってもいいかなと思うんですけど、まあ、まだね、ザコザコヒューなので、
これにしておきますということで、私は、前までね、学費を使ってたんですけど、今ね、モンハンで使うやつをカエサルに変えました。はい、こいつね、なんだっけ、マヤ文明で、ゲットしたやつですね。こいつ、かけらが今いっぱいあるんで、まだね、限界突破してないんですけど、今後限界突破していけそうだし、こいつにしようと思って変えました。なので、このドラゴンですね、ファフニールがついていて、で、これ専用の真田幸村を用意しましたということで、はい、ダブルドロップとかね、対モンスター防御、対モンスター HP とかがついてて、こっちに、騎兵攻撃がついてる感じ。残念ながらね、騎兵モンスター攻撃アップがつかないんですよ、カエサル。だからね、あんまり良くないのかなとも思いつつ、まあ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 、十分でしょうというところで、属州都市を有効にして、で、私、今ね、ついに数字逆転したのかな。今、ラクダ騎兵 T12 が67万いて、王朝の騎兵 T13 が54万。あ、逆転してません。54万。まだラクダ騎兵の方が多いけど、戦力が53万でしょ。フリーザ様じゃん。王朝の騎兵が戦力が61万ということで、多分ね、この T13 の方が強いので、はい、T13 していこうかなと思います。はい。今ね、あんまり兵士は新しく作らず、ティアが高いやつはあんまり作らないようにしながら、全部ね、武器庫で、ランクアップしてるんですよね。はい、っていうので、ゆっくり5万ずつぐらいですね、T12 から T13 に進化していて、やっと戦力が超えたっていうタイミングになりますということで、ちょっとこれで殴ってみようかな。はい、ワールドボスとの違いはね、ジェムはかからん、回数制限がなく、で、ジェムもなんか追加でね、ジェム支払うとかそういうのもないんですけど、ただスタミナがね、1回殴るのに10かかるので、スタミナがね、あまりない、私的には、なるべく少ない殴り回数で終わらせたいですね。さあ、どうなる。レポートは来ない。はい、408M ですね。1100の損失。ちゃんと属州都市が入ってるっぽいですね。さあ。で、比べたいから T12 でも殴ろうと思います。攻撃。あ、これもともと使ってた真田幸村さんですね。彼、騎兵の対モンスター攻撃がついてるんですよ。昔、学費とセットにしてた真田幸村なんですけど、はい。ちょっとね、彼はね、対モンスター攻撃がついてて、カエサルとのセットにはそぐわないので、2体目の真田幸村をね、用意しちゃいましたね。はい。ということで、属州都市を用意して、かつ、ラクダ騎兵でぶん殴る。さあどうなる。あれエンブレムってちゃんとモンスターになってたよな。あ、オッケー。モンスターになってる、危ない。はい、451M。あれまだ T12 の方が強いじゃん。なんだ。じゃあ T12 殴ろう。はい、ということで、これでポイントどんぐらい入るんだろう。個人リワード。クララさん、そうなんですよね。戦力だけでは測れない。いや、そうですね。やっぱ、
攻撃力かける部隊数がダメージに反映するんで、やっぱ部隊数の方が影響が大きいんだろうな。はい、ということで、今2回殴ったんですけど、いや、まだ 860K しかないんだ。これで 860K しかないって、3M まで、まだ、スタミナめっちゃ使うな。ちなみに属性都市をオフにしたらどうなるかっていうのもやってみようと思います。で、通常がオフ。オフで、まあちょっと、人数はね、1000ばかし減っちゃってますが、この状態で殴ろうと思いますと。GO！ちなみに、この火力だと何位なんだろう。多分5分ぐらいできっとランキングの更新があると思うので、見てみよう。さあ、属性都市をオフにした時の火力はどんなもんだ。435。451M と435M ということで、まあ、人数が減ってるのを差し引いても、やっぱり、火力がね、違うということで、やっぱ属性都市はね、有効にしてですね、あ、これ買うの忘れてた。生産量上げとかないと。はい、ということで、まあもう、あとはね、もう脳死でひたすら殴るだけなので、適当に殴りながら違う会話をしていこうと思います。よし、まあ、ラクダ騎兵の方が、復帰の金額も安いんで、で、これ、同盟ボス、ここで出てくるの、ちょっと嬉しくて、はい、まあ、負傷兵が出てしまいますと。負傷兵が出てしまうんですけど、ちょうど、今、このね、希少な薬草イベントが出ていて、そこでね、スタミナ消費する経緯。はい、ここでね、30系目、3万人負傷兵を回復するっていうクエストがあるんですよね。はい。なので、そう、3万人負傷兵作んなきゃいけないんで、都合がいいなというところ。いつもね、バイキングでわざと怪我しておいたんですけど、別にバイキング、怪我せずに、味方に倒してもらって、怪我する分はこっちで用意する方がね、効率的だなということで、素晴らしいですね。まあ、毎週、同盟ボスで、こういうイベントで殴れて、ポイントがもらえるということで、はい、素晴らしいですね。わーいわーい 1.7M。 はい、ということで、あとはね、フェニックス、このみんなが殴ってるやつに乗った時にどうなるんだろう。これに、あ、まだ帰ってきてない。これに参加したい、これに参加したい。その時のポイントの乗り方みたいなのも気になるので、せっかくなので乗ろう。これあれなんかスキル残ってなかったっけ。まあ、ちょっと勝手に使うのはあれだからいいか。で、そろそろ同盟ボスのランキング、あ、間違えた。違う。ランキング更新されただろうか。ランキングリワード。ここだ。あ、まだ更新されてない。ダメージ値。なんかダメージの点数448。K でしょ？ M でしょ？うん、どういう計算になってるのかよくわからんですね。まあ。はい、待ってる間に、今日、
サーバー版王の対決、戦力向上が来たんで、罠を作りまくってポイントを伸ばして、今んとこ8位ですね。まあ、これ以上作る気がないんで、もうこれ以上増えないんですけれども。はい、ちょうどね、今日から来たこの消費還元イベント、罠のスピードアップですね。はい、この100系分通貨をって言って、昨日ね、資源採集のイベントだったんですよ。で、資源採集で大量に資源あって、あ、ちょうどいいじゃん、罠作ろうって言って、はい、罠をね、100系分作って、今、ジャンプアップしてます。ちなみに研究も速攻で終わりました。むしろ、めちゃくちゃはみ出してます。ゴールドもね、今これからちょっとやっていこうかなと思うんですけど。さあ、ラリーに参加した時のポイント、433。やっぱ属州都市がいない分、あんまり増えないですね。なので、単純に自分のポイントを稼ぎたいんだったら、やっぱソロでね、殴った方がいいかなって感じがしますね。ソロで属州都市を有効にしてぶん殴る。あ、ちなみにデバフって有効なのかな？変えてみるか。私、火力もりもり要因ってカスターパターンも用意してるんですよ。カスターも、部隊定員と騎兵防御、騎兵攻撃。どっちみちね、騎兵のモンスター攻撃乗らないんで、だったら、この、明けの明星で部隊定員アップパターンもいいかなっていうので、これもちょっとやってるんですけど、まあ、ただね、部隊定員が結局、今、マックスまで別にないんで、あんまりポイントは伸びなそうなんですけど、ちょっとこのパターンもやってみよう。デバフって効くのだろうか。この単回ダメージランキング更新されないのか、それとも私はそもそも入ってないのか、どっちなんだろう。悲しい。カスターパターンはどうでしたろう。カスターパターン455。あ、雪村より伸びんじゃん、ダメージ。お、あれってことは、セリサイトもしかしてデバフ効いてないね。デバフ、こいつ効かないんだっけ？ちょっと忘れちゃった。デバフ効かないっぽいですね。だとしたら、ワールドボスと同じで、火力もりもりの方が良さそうですね。はい、個人リワード。よし、これでちょうどね、3.1M になったので達成しましたということで、はい、今週のノルマ私は達成しましたね。これで4500ジェムもらえる。優しい世界。わーい。で、同盟リワードも、増えてますね。まあ、これは、待ってたら増えると思うので、皆さんね、忘れずにリワード引き換えをしましょう。ダメージランキングまた時間を置いて見てみようと思います。これ、仮に、なんかせめて200位ぐらいには入るだろうと思ってたんだけど、仮に入らないんだとしたら、結構悲しすぎるな。100位はね、100位は無理かもしれんけど、200位は入るんじゃないかなと思ってたけど、ちょっとナメプだったかもしれないです。はい、まあ、後で見よう。はい、ということで、同盟ボスですね、見ていきました。よいしょ。ヒドラに出したい。よし。月見さん、お疲れ様です。ワールドボスと一緒ってことは、強い人のラリーで攻撃した方が火力上がりましたっけ？あ、ですね、ラリーの仕組み的には、表記は一番強い人っていうか違うな。ラリーセッターの、バフの数値が、ログの表記上は見えますけれども、戦闘に関するバフは個々人だったと思います。ララさん、自サバーだけじゃなかったら私はランキングに入れない気がする。いや、そう、隣のところもいるから結構厳しいですよね。そう、なんだっけな、援軍とかは、一番最後だとか、一番強い人を参照するとかだった気がするんですけど、ラリーの場合は、それぞれのバフは、個々人だったと思いますね。はい。
っていうのも、さっき、私、アングリー・ガーキンさんっていう方の、ラリーに乗ったんですけど、アングリー・ガーキンさん、K36 のめちゃくちゃ強い方で、バフ高いんで、その理屈だと、私、このダメージもっと伸びるはずなんですよね。はい。なのに、大して伸びてないどころか、433で減ってるので、バフはやっぱり自分のやつを参照してます。月見、私は強い人の割に乗った方がいつも結果いいよ。そうなのかな。あんまりそのイメージないんだけどな。私、一人でやって属州都市をくっつけた方が、だいたい成績がいいので、どうなんだろう。ヒカさん、ランキング考えたこともなかったです。ララさん、でも個人で行った方がいい時もあるから、ラリーセッターによる気がする。ラリーセッター、参照しなかった気がするんだけどな。どうなんだろうな。あ、ラリーセッターのデバフが強いといいんじゃないですかね。そう、そっちはね、あると思います。そっちはあるんですよ。そう、ラリーの時ってデバフは、ラリーセッターのデバフを参照するんで、バフは自分で、デバフは、ラリーセッターが影響するんですよ。ただ、結局、同盟ボスとかワールドボスってデバフ効かないんで、おそらく同盟ボスとワールドボスは、デバフ関係ないので、個人で属州都市引っ提げていった方が多分、火力伸びる気がします。ヒカさん、ありがとうございます。そうです。デバフはラリーセッターが影響します。お、やったやった。あ、そろそろ収容所の人も減ってきたから、今週の SBS で貯めなきゃ。ララさん、うちの属州がダメなのかも。まあ、属州も、あれですね、これですね、属州都市の攻撃、こいつがやっぱりバフに効いてくるので、私今切り替えましたけど、また8時間後に変えなきゃ。さて、いや、さすがにそろそろ5分経ったよね。5分更新じゃないのかな。どうなってる？同盟ボスのランキング見して。これ200位入ってなかったらへこむよ。入ってないな、これ。入ってないのか。騎兵作ろう。これあれですね。ダメージ値1000分の1なのかな。768K でしょ？ 768K ってさ、余裕で超えてるもんな。455K、455M だもんな、これ。でも多分、1000分の1されてて 455K なのかな。それなら納得ができる。はい、ということで、残念ながら200以内にも入れなそうです。悲しみです。はい、もうそういうのもあってね、もう騎兵増やしたい。騎兵 T13 増やしたい。54万しかいない。はい、ついでに、今ね、T1 の騎兵は4100万まで増えました。ヒカさん、1000点で1ポイントですよ。やっぱり、それだと、合点がいきます。ちょうどその数値になってます。っていうか、それ書いてありましたっけ？多分ね、見逃してるかもしれない。そしたら。1000点のダメージを与えるために1点ポイント獲得できますって書いてありました。ダメージポイントはこれです。なので、そう、私 463K なので、ランキングは乗らないですね。はい、ランキングは、768から、100位以内ということで、何この素敵な777。いやー、全然無理ですね。軒並みね、私より、白レベルが高い人なんですよ。うん。そりゃそうだよなっていう感じ。私も全然読んでないや、ヒカさんすごい。いや、本当に。いや、よくよく考えたらここに載ってそうなのに、私スルーしちゃいましたね、今。いや、ありがとうございます。ちゃんと書いてありました。
1000点で1点で。はい。つまり私は、ランキングリワードで、このバッジをもらえないので、半年かかります。半年かかるのに次戦箱を選ぼうとしてるんでしょ？文明装備、ちょっとね、文明装備無理だな。無理だな。いや、でも交換するな。はい、まあまあ。ヒカさん28位だったらこれから抜かれるんだろうけど、すごい。素晴らしいです。いや、私もいずれ増やすんだ。この、もし羽が取れたら一気に兵を増やすんだ。ということで、私、4100万まで増やしましたと。これ、なんだっけな、王の対決の訓練とか戦力アップみたいなタイミングの時に、余ってる資源を使ってね、資源の箱を開けないスタイルでどんどん増やして、一定4100まで行きましたということで、金曜日かな、金曜日からまた資源消費の還元イベントが始まるんで、そのタイミングで、次のタイミングでね、1億、行く予定ですということで、まあ、予定通りの進捗ですかね。予定よりもちょっと早いかなっていう感じですかね。あとは、何が来るかだよな。今日その戦力向上が来ていて、昨日が資源だったでしょ？で、金曜日に訓練が来たら、金曜日時点で、1億にします。で、建設が来てくれたら、それはそれで、上げたい施設がいっぱいあるんで、34にしまくります。で、金曜日にモンスターハントが来るのが一番嬉しくない。全くもって興味がない感じなので、はい、モンスターハントはね、明日来てほしいなって本当に思ってます。まだ欧米勢やってないから欧米勢寝てる。そうですね。時差的な話で、今多分まだ皆さん寝てますね。いやー、そう、ランキング変動するんだろうなー。てかね、隣のサーバーと一緒っていうのがなかなかえぐいですよね。はい。そう、その代わりね、このランキングでね、入るのはなんかめちゃくちゃ本当にすごいなということで、はい、うちのサーバーでね、一番、白レベルが高い K39 のレイさんがね、入ってますね。5.7M。ああ、デュークさんも入ってますね。めちゃくちゃ強い。5.1M。どちらかというと、レイさんがモンハン寄りで、デュークさんは PVP 寄りなんだよね。それなのにこの位置にいるからな、ぶっ壊れですね。はい、で、なんだっけ。そう、まあ、同盟ボスのところは、こんなところにして、イベントの振り返りと今週のプランみたいなところにまた行こうと思いますということで、イベントの振り返りは、はい、この願いのコインですね。はい、交換し忘れました。はい、一回交換し忘れてます。でもこれさ、消えるって書いてあるけど、消えるんだっけなっていう感じ。はい。あと、このラッキーアイテムですね。このラッキーアイテムはね、これね、消えるって書いてないのに、これ消えますからね。これ皆さん忘れずに交換しましょうということで。一応、1から10、今回も全部開けて調べていて、この8時間資源最終速度アップも死ぬほどあっていらないので、1は欲しくないなとか。ララさん、ドワーフのコイン消えますよ。そうですよね。交換忘れちゃったんですよ。もう夕方忙しかったから。消えますよね。消えますよね。残念です。悲しすぎる。もしかしたら、魔女のパイがゲットできたかもしれないのに。ラッキーボックスに、もう基本的に素材箱と君主エキスポが欲しいんですよね。はい。素材箱と君主エキスポが欲しいんですけれども、あとはスタミナか。あと建設スピードアップ。はい。なんか、大体ね、素材箱入っていて、2つだけ、この4が素材箱入ってないんですよね。
あとね、どれだっけな。これは入ってるでしょ。確か9が入ってない気がするんだよな。8入ってる。9だ、やっぱり。はい、9。そう、4と9だけね、素材箱入ってないんですよ。でもね、100スタミナあるからね、9はちょっといいですよね。はい、まあ、素材箱の、まあ、期待値が高いので、あ、10も入ってないわ。10いらないな。まあ、停戦協定強いけど。はい、まあ、まあ、今日はなんかせっかくなんで、このギフトカードの使い切りみたいなところをね、後で実践やっていこうかなと思います。合計値が3の倍数になってたら全部使えますよ、みたいなやつですかね。はい。前までやって、前はね、そもそもあまりやってなくて、私多分欲しいのを決め打ちで、もう余ってもいいから欲しいのだけ開けようっていうのをやってたんですけど、この全部使い切りについてね、今日ちょっと後でやっていこうかなと思ってます。ララさん、しばしばさよならしている。ヒカさん、私も6個。みんなねえ、これね、ちょっと忘れますよ。忘れますというか、なんていうか、リセット間際に増えると間に合わないんですよね。続集都市のやつとかもそうなんですけど。はい。悲しいです。はい、あと、王の宝箱、今回も99ということで、メフメトさんゲットしました。王の花道、全部クリアしました。ということで、このね、スタミナと素材が欲しくて、やったぜという感じです。ララさん、魔女のパイが3個。交換してない。渡してない。はい。で、あとは、ベイヤールとかの宝箱ですね。じゃあこれベイヤールじゃないな。あれこれバイキングわかんないや。まあ開けちゃおう。じゃあベイヤールだ。ベイヤールこっちだ。はい、ベイヤールとかの宝箱開けてなかったので、開けていこうと思います。あとケルベロスですね。まあ、ちょいちょい開けてたか。開けてないってのは嘘だな。ちょいちょい開けてた気がする。すぐアイテム欲しくなっちゃう。ララさん、ドワーフのコインが11個、さよなら。多すぎる。悲しい。そんな。次回は気をつけましょう。まあ私もちょいちょいやってるんですけど。あと、ウォーロードですね。ウォーロードの宝箱。ウォーロードはね、もう賢者の石が欲しくてね、ちょいちょい開けてましたね。本当に賢者の石が足らない。はい、あとは、ピラミッドですね。ピラミッドも予定通り、5億達成しましたということで、はい、報酬ですね。いや、4万ジェムありがとうございますと。はい、あとは、振り返りだと、これ、先週言いましたっけ？ツァレーベッジエッグがもらえるようになりましたということで、というより正確には、この文明の表ですね。全部、レベル2にやっとこさなりました。予定通りですね。9月までにレベル2にしたいなと思っていたんですけれども、まあいろいろ交換とかも頑張りながら、レベル2にすることができました。はい。まあちょっとね、もうレベル2がひとまずの目標ですかね。もうレベル3はちょっと遠すぎるんで。はい。まあまあ、必要なバフがこれで、バフを乗せることができましたんで、いや、良かったですという感じですね。で、あとなんだっけな。あとは、素材がね、素材が、めちゃめちゃなくなってます。でも今ね、今ので結構増えた。ドラゴンの鱗、ドラゴンの鱗。いいよ、ドラゴンの鱗いいよ。いや、ドラゴンの鱗がですね、もう本当になくて、なくて。そう、素材のところ、装備の素材のとこ見ていただくとわかるんですけど、ドラゴン、はい、ドラゴンの鱗、ないですね。もう見事に黄色以上のやつはないです。今、ヘルメットね、作ってるんで。もうこれ、ヘルメット完成させちゃおう。使っちゃっていいや。
わーい、わーい。ヘルメットゲット。よし。ちょっとこれを出しつつ。はい、ヘルメット今完成させたので、これ4つ目、4セット目ですね、属州都市の主張。すでにハーラルと、マンサムーンサと、ネロは、もうアケメネス装備が揃っていて、アンドリュー・ジャクソンが今頭だけなかったんですというところで、アケメネスヘルメット今装備して、はい、これでね、セットバフ、4人目ですね。敵兵の攻撃力が、15%減がさらに1個追加で、60%減かな、これで。まあそうじゃなくてもね、装備自体がデバフをかけられるので。で、星が今ついてないんですよ、結構。というより、そう、この期間ですね、この今もそうだと思うんですけど、月見さん、ネロとジャクソンいいですね、欲しい。そう、運がよく、1体ずつですけど、ゲットできたんですよ。そう、なので、ちょっとこいつらにね、装備をくっつけて、ずっと使ってます。そろそろね、強化もしなきゃなってちょっと思ってます。はい、この製造達人ですね、今、製造達人が、木曜までかな、リセットまでですかね。はい、火曜から、違う、木曜までじゃないね。木曜は、引き換え期間なので、水曜までですね。敏夫さん、属州都市のスキルは3つ何をつければいいのですか？ですね、ひとまず再生だけ絶対ですね。はい、結局、属州都市の、兵士がいなくなっちゃうと死んじゃうんで、属州都市の市長がね、死んじゃうと、蘇生の石使ったりとか大変なので、絶対に兵士を生き残らさなければいけないですということで、ビビタル3%とか、他のやつは赤だった気がする。これかな？違う、これだ。はい、5%。このビビタル差なんですけれども、この再生はね、絶対必要かなって個人的には思っているのと、あとは可能であれば、訓練スピードと、上限かながいいかなとは思います。ただ私、結構ついたので、やっちゃってるので、これなんかはちゃんとこだわったやつかな。訓練上限、訓練スピード、再生ですかね。戦闘特化、属州市長って基本的には戦闘特化だと思うので、これをつけて、あとは平和の時は、こういうね、どうでもいいやつに、訓練上限とか建設とかつけとくのがいいんじゃないかなと思って私はやってます。はい。もう彼らとかも、ゴールド生産、建設とか。別に建設とかも、正直、スピードアップアイテム使ったりとかするし、というより別に上げても、なんか、大きな効果があるかなっていうのはあんまり疑わしいので、基本的には訓練スピード、訓練上限を、優先しつつ、戦争で使うやつは再生をつけるのがいいんじゃないかなと思っていますね。はい。有識者の方が、ぜひ、なんか補足がありましたら、ぜひコメントしていただけると助かります。はい。ありがとうございます。やっぱり再生は必須って感じですね。はい。いや、そうだと思います。あの兵士死んだ時の損害がでかすぎるので、必ず兵士が生き残るように、していただくのが多分一番いいのかなって思ってますね。なんか木工所帰ってきた。どっかに出しとこうと思うんだけれども、寝る前に、出し直しをしたいから、帰ってくるタイミングを見計らって、12の畑。畑さっき出したわ。畑さっき出したな。木にしよう。木。木。オッケー。月見さん、一人でも生き残ればデバフも有効になりますので、そうなんですよね。はい、も
何でもいいから兵士1人でいいから生き残って、というより、連続でね、攻撃を受けたりとかすることがあるので、やっぱり、何回攻撃を受けても耐えられるように、やっぱ耐性が少しでもついてた方が安心ですよね。はい。で、なんだっけ何の話だっけそうだ。この製造達人か。そう。製造達人の期間だったので、結構たくさん作りましたと。ただ、今回はね、ライバルも多くて、あと1個ぐらい製造、いや、嘘だな。あと1個か。あと1個、作ろうと思えば作れるんですよ。何やってんだ。足かな。これで、足じゃない。足はね、皮が1個足んないんだった。10個足んないんだった。胸。胸を作ろうと思えば作れるんですけれども、それをやったところで、おそらく抜かされるので、今回はここで終わりにして、ランキングリワードのこの11位から20位ですかね。ここを確実に取ろうかなと。もう今ここで終了してもここでちゃんと取れるので、おそらく20以下に下がることはないと思うので、ここで終了しようかなと思ってますということで、ためですね。今回のやつは、まだ交換してなかったやつ交換しよう。はい。ということで、これでスコア全部使い切りかな。もうこれからはもうスコア増えませんと。全部ね、上から全部、交換しちゃったんで、これ以上別にスピードアップ大していらないですし、そもそもゴールドも本当にいるかっていうところではあったんですけど、頭はね、どうしても作りたかったんですよね。はい。これで、やっと市長4つ目揃いましたと。で、星がね、まだついてなくて、これ実は待ってて、はい。今、ちょうどゴールドの消費還元が始まったんで、このタイミングで限界突破しようと思って待ってました。はい。ただ、待ってなかったのがこのアケメネスの指輪。はい。アケメネスの指輪はね、貴重な敵の射撃兵の攻撃力マイナ40%。はい。射撃兵の攻撃力のデバフがつくんでね、これはね、これはどうしても上げたくて、先に星つけちゃいましたね。はい。ということで、星をね、ちゃんとつけれてないので、これから星をつけていこうと思うんですが、その前に、ヒドラには出そうと思います。ほい。ということで、デバフね。そうだ、デバフ、だいぶ上がったんですよ。先週の、振り返りですかね。これね、4.1B の人に殴られたんですけど、その前のやつ、これも 1B の人に殴られたやつで、この時のバフが1500なんですよね。1592%に、殴られた時、これだよな。これが一番わかりやすいよな。そう、1592のバフに殴られたときに、私、107M、129M みたいなその損失の割合でしたと。で、今回ね、新しいログなんですけど、違う、見たかったのここじゃないよ。忘れてた。こっちの方がわかりやすいのかな。これも1583%だ。1583%の射撃で殴ってこられていて、179M 失ってるんですよね。もう大損失です。2.1B にシャロンでぶん殴られたやつですね。はい。これもめちゃくちゃボコボコにされてるんですけれども、この時の、相手のバフが1583、こっちのデバフが射撃355なんですよね。で、今週のシャロンは、失ったところ158とかで、生存者がね、多いですと。で、バフデバフのところが、そう、4.1B だったんで、さらに高い1740なんですよ。ただ、デバフが、80%ぐらい増えて
射撃兵のデバフが467まで、デバフを上げることができたので、1500%で殴られた時と、まあ、同じぐらいの損失で済んだなと。はい、158対154。これじゃない。あれビッグダディさんこの人かこれじゃないな。ログが多すぎてわかんないよ。これが元気の時か。178対181に、みたいな感じで。はい、なんでしょう、綺麗に、バフ、デバフ、その構成が違うんで、分かりづらいんですけれども、まあ、デバフが増えて、1700%にも、ちょっと耐えることができましたと。で、この時の T1 が、T1 どころじゃないんですよね、これ。T1 が、まあ、4000万で、シャジャルなんですよね。はい、もうこれ、ね、ひどいですね。変え忘れてるっていう。まあ、それでも、まあ、これだけ、まあまあ、生き残ることができたんで、今回のそのアンドリュー・ジャクソンで、さらに全体のマイナス15%火力を下げることができたのと、これからね、T1 をあと 60M 増やすんで、まあ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 、なんとか生き残れるようになってくるかなっていう感じですかね。あ、すごいありがとうございます。はい、やっと、着々と、どん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 、予定通り戦力を強化できてるかなって感じです。出たビッグダディ怖い人。いや、そうなんですよ。もうビッグダディも強いんですよ、もう。もうシャロンでね、強いとこばっか、いつも同じとこと当たるんですよ、強い人と。ララさん、防衛官の付け替え忘れあるあるですよね。いや、そうなんですよ。そう。何のためにブーディカを育てているのかというね、シャジャルさんのまま使っちゃいましたね。まあ、一応ね、シャジャルさん、可愛く騎兵の速度とか攻撃力つけてはいるんですけど、はい、もうね、ちょっと甘いですね。甘いですね。ちゃんと、ルームをちょっとだけ上乗せしているブーティカをね、ちゃんと使わないとダメだなということで、次回はね、ちゃんと忘れずに変えたいなと思います。母さん、デバフ触ってますね。すごい。ありがとうございます。指輪を2つ作ったんで、射撃が80%下がるようになりました。君さん、私もよくやるのでチェックリストを作りました。いや、そう、そう、チェックをね、した方がいいですよね。ちゃんとこの属州都市のここにチェックマークをつけましたかとか、ここで付け忘れてるとこもね、やりがちなので、ちゃんと、ドーピングしましたかとか、重要ですよね。いやー、まあまあまあ、そんなところで、デバフが育ってきましたということで、まあ、さらにね、デバフを育てたいので、限界突破をしていきますということで、とはいえ、いや、全部だろう。全部でしょう。全部限界突破しよう。はいはいはい。もうゴールドのやつも多分ね、これですぐいっちゃう気がするんだよな。アケメネスアーマー。はい、OK。で、頭。あ、ゴールドがなくなるゴールドがなくなるな、これ。あ。はい。これで限界突破しきったかな。いや、しきってないな。重要なやつが、すごい重要なやつが限界突破してない。あ、ゴールドがない。ゴールドがない、ゴールドがない。いや、ゴールドは奪われないからね。たくさん開けられますね。はい、アケミネススピア。で、アケミネスアックスもやってない。これも重要じゃないですか。いやー、めっちゃゴールド使う。敵の騎兵の攻撃力。まあ、騎兵の攻撃力いっか。大体マックスやるからな。ちょっと、これぐらいで勘弁してやるか。
えーっ星ついた、星ついた。まあ、ソードはまあいいか。星ついた。で、アルメニウスはまあまだ関係なくて、あとは、本田忠勝と、こいつじゃねえ。ウラジミールだ。あ、OK ですね。これで基本的に星ついたので、これでまたデバフが伸びたかなって感じですね。よし。はい。で、ゴールドをめちゃんこ使ったんで、はい。もう初日にして全部報酬取り終わってしまいましたね。はい。これね、もう一段ぐらい増やしてほしいよな。特にゴールドと研究スピードアップ。もうね、すぐですよ、こんなの。最近初ターンで終わっちゃうからな。初日で終わっちゃうからな。はい、そのところでですね、順調に、準備が整ってきたということで、一応予定としては、次のスピードアップですね。資源還元のタイミングで、必要な施設とかを育て、施設と兵を充実させて、その次のスピードアップ期間の SVS の時に、なんとか跳ね取り頑張りたいな、みたいな感じですかね。はい。まあ、今回もね、もし、金曜日に訓練かなの王の対決が来たら、早くもう T1 を1億作って、試しに頑張ろうかなとは思ってますが、はい、予定的には、再来週ですかね。再来週の、サーバー戦争から、頑張り始めるっていうところで、一応順調に進んできております。はい。バイキングチャレンジ忘れてた。また1匹目を逃した。よかった、気づいて。はい。ということで、デバフが育ってきましたというところでしたと。で、あとは振り返りは特にはないかな。はい、今週ね、なんだっけ、星のラッキールーレット、これ課金じゃないとね、ゲットできないやつなので、今回は文明装備のやつがないですね。はい。市民ルーレットみたいなやつがね、ないので残念です。はい。まあ、ただね、この将軍の引換券のやつがあるので、こっちはね、しっかり、貯めていくのと、あとは、カジノコインがね、今また集まってると思うので、カジノコインをね、しっかり集めていただいて、カジノコイン、ベッティングコインか。ベッティングコイン多分そろそろアンロックのはず。はい、3日後開始ですかね。はい。そうか、シャロンの決勝がそろそろなのかな。カタラルームの戦い。いつなんだっけ。ちょっとわかんないな。今週ね、この4戦目になって、ここからね、準々決勝、準決勝、決勝みたいな感じであると思うので、来週かな、さすがに。はい、ベッティングコインが、3日後にオープンして、まあ、来週に向けてかけるっていう感じになるのかなって感じですかね。月見さん、全然関係ない話ですが、同盟研究はボタンを押し付けたら続けて寄付できることを昨日気がつきました、スマホですが。月見今更よ。おう。そうですね。これ、押しっぱにするとボボボボボーンっていくやつですね。いきます、いきます。ただ、私、寝る直前とかは、あえて1だけ残したりとかするので、寝る直前ギリギリまで、回数稼ぎたいみたいに思ってちょっと待ってたりする時があるので、そういう時以外は、連打してますね。連打押しっぱなししてますね。あ、同盟ショップ変えてなかった。はい、まあもうね、貢ぎ物を変えるって決まってるんで。貢ぎ物もだいぶたまっ、なんか
こんな音鳴る、やば。そう、アラビアに変えたらなんか音また変わったんだよな。ウケるよな。はい、貢ぎ物ですね。今379溜まってきましたということで、はい。同盟総動員イベントが待ち遠しいですね。同盟総動員イベントの時に、貢ぎ物をぶっ破したくてずっと貯めてるんですけれども、そろそろね、同盟総動員多分1ヶ月半ぐらいで来ると思うんで、多分次の金曜か、次の次の金曜あたりからまた同盟総動員、正確には同盟総動員って月曜から日曜の1週間なんで、予告かなが、そろそろ来るんじゃないかな、みたいに思ってます。ただ、マヤもまた1ヶ月来てないからな。マヤも来るんじゃないかな、そろそろ。はい、バイキンググランドチーフ、こっちも出そう。よし。さあ、本当はね、もっとたくさん、ボスにラリー出したいんですけど、そろそろね、スタミナが枯渇してきちゃったんで、帰るの忘れてた。はい、スタミナがまた、59、70ということで、ちょっとね、ユミルに心もとないんで、今ちょっと若干セーブ中なんですよね。はい、また、木曜日からね、また今週の木曜から、ユミルのターンなので、資源の消費還元前に、ユミルを借りまくりましょうというところですね。はい、一応、ユミルをしっかり狩れば、もう、この石と鉱石は 5B 達成してるんですよ、ほぼ。途中でもらうリワードで 5B は達成が確定していて、食料が今 7B ぐらい。で、木が 6B ぐらいみたいな、そんな感じだったと思うので、ユミル、リワードで、まあ 1B いかないぐらい増えるのが分かってるので、ユミルと、あと生産かな生産とか採集とかをしっかり頑張れば、予定通り、食料と木は 10B 消費。で、石と鉄は 5B 消費っていうのができるかなと思っていますと。で、その次以降、10B 消費がしっかりできるように、この生産施設を次は上げたいなと思ってるんですよね。はい。そう、資源の消費還元イベント期間中の優先度的には、まずは集結の場。違うな。市場大使館、集結の場。ここまでが確定なのと、あとは、城壁かな城壁も、確定。で、あと倉庫かな倉庫も34にしたい。この食料維持費をね、上げるために、倉庫も上げる。はい。で、ここまでが確定で、あとは、女神像も上げて、離脱兵をね、たくさん入れられるようにしたいんですよね。で、そこまでやったら、あとはもう全部生産施設を上げるっていうような感じで今考えてます。アラビアの市場の音楽しそうでしたね。ああ、確かに。なんか、アラジン感がありますね、さすが。さすがアラビア。いや、なんか、音変わるんだな。気にしたことなかった。てか、スマホで一切音出してないんで。えこの辺の施設音なんないのはどういうことなんだろう。武器庫。行政庁は音鳴る。おもろ。確かに。市場いい感じの音ですね。大使館。ちょっと音の関係がよくわかんないのと、なんか、美術館とか音鳴って良さそうな感じがするのに、不思議。はい。よし。あとなんだっけな。はい、そう、資源のね、消費還元イベントがね、もう待ち遠しくて、もう金曜日は、もう建設が来ても訓練が来ても OK なんですよ、個人的には。もう、どっちかが来ればもう大満足なんで、もう速攻消費したい。私も全然音を出さないで、YouTube の配信でこういう音なんだって発見、ありがとうございます。はい、こういう機会ぐらいは音を出そうと思って、出しててよかったなと思います。
いや、音出さないんですよね。仕事中にね、ラリーをこそこそ出したりするんでね、間違っても、音鳴っちゃうと困っちゃうんで、もう常に BGM はオフですよね。はい、と、なんだっけ。そう、激特イベントね。はい、次は、金曜日から、資源の消費還元イベントが始まりますと。あと、ジェムですね。ジェムの消費還元イベントも始まりますと。で、はい、ジェムね、今回は、50万ジェム、ほぼジャストで使い切ることができて、余計なはみ出しをしなかったので、素晴らしかったですね。ということで、今48万ジェム余っていますと。で、まあ、大体ね、イベント期間中に50万ジェム近く集められたりするので、次、運が良ければね、100万ジェム消費できたらなっていうところで考えています。まあ、それをするためにはね、サーバー戦争でしっかり稼がないと、ジェムはゲットできないので、まあね、仮に跳ね取りレベルじゃなかったとしても、この個人スコアですね、これを伸ばしていけるように、前回が今までで一番ポイントを稼ぐことができて、このシルバーの3までゲットできました。はい。だんだん、このポイントが増えていってるので、次はゴールド1、ゴールド2、ゴールド3と目指していきたいなと。まあ、ただね、前回ちょっと余計なネガティブをね、取ってしまったので、はい。ネガティブね、420も取っちゃって、はい。これよろしくないので、次はね、少なくともネガティブを減らす。まあ、1億、T1 を1億になれば、多少はね、良くなるとは思うんで、どうにか頑張りたいなというところですね。はい。ちなみに、今回のサーバーセンサーの間は1217ということで、結構ね、近いサーバーさんですね。まあ、ただね、ご多分に漏れず、なんか T39 がいるとかだったような気がしますね。あ、須田山さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、どこだっけな。そう、もうね、大体、いましたね。K38 の方が。K38A。あとはK36。まあ、K36 とか、まあ、いるでしょうっていう感じなんだけど。35、37。やっぱね。ここすごい。37めっちゃいる。37めっちゃいるじゃん。1、2、1、2、3。で、36、35。なるほど。月見さん、1200番台ですか。いやー、どうなんでしょうね。まあ、このぐらいの近さだと、なんていうか、同じぐらいのね、強さの方もいそうなので、嬉しいですが、まあ、当然、基本的には私より強い人だらけなので、心してかからないといけないなという感じですかね。ここにK38 の方がいますね。K39、38、37はやっぱりたくさんいらっしゃいますね。いやー、怖い怖い。楽しみだ。月見さん、まだ新しいサーバーなのにすごい強い人がいる。いや、本当ですよね。もうなんかもう課金してたら関係ないですよね。簡単にもう37とか38いっちゃうんだな、みたいな。はい。まあ、うちのサーバーもね、もう36超えの方がだいぶ増えてきた感じがしていて、はい、うちのサーバーのね、皆さん強い方ばっかりなんですよね。ふかさん、ほんと余計なお世話かもしれませんが、外山さん、富山さんではとずっと思ってます。はい、その可能性はありつつ、なんか流れで読んじゃってます。
かさん、うちも200番以上若いとことです。お、若いとことなんですね。いや、若いとこ、あんまり離れて若いと、今度は、なかなかね、ポイントを取りやすい相手がいない。小粒ばっかりだと、今度、ポイントが取りづらかったりするので、難しいですよね。さあ、木が欲しい、木の台は出そう。他の動画でも間違えられました。富山です。ありがとうございます。失礼しました。文字数が短くなって助かります。富山さん。覚えた。いける。よし。木材の台。もう見当たんない。まあ、いっか。ヒカさん、若いとこですが、計40だらけでした。もうひどい。もう、勝てるわけないて、計40なんて。そりゃもう、なんかもう逆に笑顔しか出ないですね。はっはーみたいな感じ。こんなん勝てるわけねえぜってなる。よし。ヒトラン出して。ララさん、若いとこの方が強い人が多い。なんか、そんな気はしますよね。なんというか、かそると課金する意味がなくなってくる。で、ちょっと表現が悪かったら申し訳ないんですけど、人が減っちゃうと、ランキングをなんか頑張らなくてもランキングで勝てるようになったりしちゃうので、なんというか、若いサーバーの方がまだアクティブ人口が多くてランキングを競ってる間にどんどん課金率が高くなるみたいなのってあるような気がしていて、結局いつ始めても上限はみんな一緒なので、そこにねどれだけ早く近づくか合戦になっちゃいますからね。はい。計45まで距離が伸びましたが、別にそんなことは関係なく、課金する人は全然課金をするだろうなっていう感じなので。はい。まあ、ただね、リワード自体がちょっと増えたり、リワードの機会が増えたのはね、嬉しいことなので。私は、無課金なので、淡々とやっていこうかなっていう感じですね。はい、ということで、はい、次のサーバー戦争はね、大きく離れてないサーバーなので、ちょっと楽しみですというところですね。はい。格上が多いと思うので、しっかり T1 防御したいけれども、果たして訓練は来るのか。訓練頼むから来てくれ。金曜日に訓練が来てくれれば、頑張れるかなっていう感じです。ララさん、K45 さんは現れたんですかね。早々と K44 はいたけど、その後、その人は45に上がってないんですよね。ああ、そうなんですね。確かに44の話ってすごい聞いたけど、45の人って聞かない気がする。もうなんか、そのぐらいの距離になると、1レベル上がるところの、ハードルが高すぎるとか、そもそも周辺施設を上げるのも大変すぎるみたいな。結局、なんというか、白レベルを上げても、この兵を上げるためには先に酒場を上げてとか、野党を上げてみたいなのがあったりとかして、すぐに T16 作れるわけじゃないですもんね。いや、どうなんだろう。いや、K45 の人、ちょっといたらスクショ撮りたくなっちゃうな。あ、そうだ。あと美術品のところですかね。できればその戦争前にバフを増やしたいなと思っているんですよ。特にこの射撃が上がる勝利の女神、これを上げたいん
ですけど、この解放条件、絶対君主、女帝のオーラ、天才指揮官。そう、絶対君主、女帝のオーラ、天才指揮官。これね、計、もう、美術館のレベル的にはアンロックできるんで、この辺、もしかして出るまで、酒場ぐるぐるした方がいいのかなっていうのはね、ちょっと迷ってます。はい。この美術品の巻物も結局あるんで、すぐレベル上がるんですよね。そう、このバフ、まあまあ多分、偉いと思うんだよな。巻物。やっぱそう、この辺結構もう集まってるので、勝利の女神の巻物。そう、ちょっとね、まだ一列一個も揃ってないんですよ。リーチだらけでビンゴになってないんで、ここに至っては一個も、リーチにもなってないや。はい。ちょっとね、そろそろ、この将軍の伝道の、ビンゴを狙って、酒場ぐるぐる作戦をした方がいいのかっていうのをね、ちょっと悩んでます。今5回ぐらいやる ?250、250ジェムぐらい使っていいか。1、2、3、4、お前じゃねえ。金色。5、はい、出ませんでした。10回はちょっといいかな。はい、まあそんなところで、なるべくね、そのバフ、いろんなバフを増やしたいなって思っている中で、そういえばこの辺そろそろなのに、全然ダメだなというのをつい最近思いまして。はい、この勝利の女神と、あとはこの黄金和紙のフラッグ、これでも敵兵の攻撃力下がるんで、これやりたいですね。黄金和紙のフラッグって、実力者、伝説の英雄、無敵のアレス。実力者、無敵の英雄、これか。実力者、無敵の英雄、伝説の、この辺下3つか。この辺は計35じゃないと無理だから関係ないや。なるほどね。はい。まあそんなところで、そろそろね、もう文明装備、文明もレベル上がっちゃったんで、もう上げられないので、またね、別の軸の、バフを上げたいなと。あと、待ってるのは多分ね、金曜日にまたこの真珠スケールが手に入るやつが来るとは思ってるんですよね。で、そしたら、このキュービの狐をなんとかね、アンロックしたいなと、集めたいなと思ってます。はい。キュービの狐がね、この刻印をね、攻撃時の射撃兵の攻撃力、すべての資源の生産力、これがね、もう上げたくてしょうがないんで、まあ、上げたくてしょうがないと言いつつ、この重血の結晶がね、もう今1個しか上げられないんで、まだまだ足りてないんですけれども、まだね、時間があるので、ちなみに、多分、真珠エキスポ的にはもうだいぶ、貯めることができたので、すぐにレベル10にすることはできるんじゃないかな、みたいに思ってます。キカさん、そこだけ上げてます。いや、そうですよね。はい、刻印でどれが一番重要って言ったら多分ここな気がするんですよね、私。はい、生産も大事だし、攻撃時の射撃兵の攻撃力、条件付きバフはね、上がり幅がでかいんで、もうエレクトラのお供に決まってるんですよ、こんなのっていう。はい、ちょっと、早く、アンロックしたいんですけれども、私、真珠のね、スケールがね、173で、400貯めないと交換できないはずなんで、227でしょ。もう遠すぎる。遠すぎる。はい、次のイベントかもしれないですけど、きっとね、金曜日に来ると思ってるので、しっかりね、頑張っていきたいかなと思っています。はい。と来る願望。はい。そんなところで、まあ、そろそろ130や。はい。さてさて、
一通り話したかな。まあ、あとは、途中の流れで話をしてしまいましたが、またね、貿易商品イベントが今来てます。気象の薬草ということで、これをいつも通りですね。まあ、通常に、しっかり、ログインしてプレイをしてたら、まあ、集められるかなというところと、負傷兵もね、今回は同盟ボスで負傷兵作りやすいので、しっかり、リワードね、引き換えをしていきましょうと。ここの、ね、リワード、めちゃくちゃ美味しいものだらけなので、しっかり、全アイテムね、ゲットできると思いますんで、ゲットしていきましょうと。で、あとは収穫の喜びですね。はい、これいつも通り赤丸がつかないやつなので、しかも毎日更新のやつなので、はい、この3日間はしっかり、資源のね、採集をして、この収穫の喜びで、リワードをゲットしましょうと。みんな大好き、賢者の石。はい。まあ、ちょっとビビたるものかなと。もっとね、大盤振る舞いしてほしいなと思っちゃうんですけれども、まあ、賢者の石貴重なので、素材もね、手に入りますんで、しっかり、毎日取っていきましょう。はい。で、あとはユミルですね。ユミルが木曜から来るし、シャロンがね、シャロンが、明日ですね、ありますというところですかね。キミさん、賢者の石がないです。いや、そうなんですよ。私ももう賢者の石がなくて、賢者の石が枯渇したんで、その文明をね、アメリカからアラビアに変えたので、もう本当に賢者の石を待ち望んでます。そう、なんか、もっと交換できるやつなかったっけなみたいな。賢者の石のね、生産のこのクエストを毎日律儀にやっていて、今日はね、この闇市の出が悪くて、ジェム交換のやつばっかなんですよ。でもなんか、高いジェム交換したくないなっていうので、まだちょっと止まってるんですけれども、これもしっかりね、毎日8個かける、3で、まあ、24個ずつですかね、毎日しっかり集めていますっていう感じですよね。スカさん、私も賢者の石なくて研究進まない。いや、ほんとそうなんですよ。私、そう、K34 にしたんですけど、その、K35 にして、すぐに、この、行軍が増える軍隊の拡大これをやれなかったら、もう K35 に上げる意味ないじゃんってなっちゃうと思ってるんですよ。っていうので、少なくとも賢者の石がこの3795を満たさないとやれないなと。上げられないと思ってるんですけど、ただ、この K34 のデバフもまだ全然、中途半端ですというね、このありさまなので、ちょっとね、K35 にするのは、なんか、もうちょっと時間かかりそうだな、みたいに思ってますね。施設を全部 K34 にしてから、ほぼほぼ K34 にしてから、万全な状態で K35 を上げたいな、みたいに思っている今日この頃です。はい。もう賢者の石、本当に枯渇している。はい。昔あんなにあったのに、もう意味がわからないよ。はい。そんなところですかね。なんかあったっけな。まあいいかな。はい。あまりね、話すと止まらなくなっちゃうんで。はい。キリがいいので、今日は、珍しくというか、ここ最近で久々のてっぺんを越えずに終わるぞ。だね、もう最初の頃はなんかね、1時間ちょいとかにだったんですけど、最近だいぶね、いっぱい喋っちゃうので、長くなっていたんですけども、今日はね、コンパクトに終わろうかなと思います。はい。まあ、あんまりね、この3日間で結構、やることがそんなにない3日間なのでね、今は多分皆さん、ちょっと、長期イベントの狭間をお休みモードですよね。またね、金曜日から忙しくなるんで、蛮族が始まるんで、
はい、蛮族も500M、5億達成できるようになってきたので、もう、はい、金曜日スタートダッシュでね、やりたいなと思ってます。いや、そう、蛮族をね、蛮族やりたいんだよ。また、バフが増えたり、兵が増えたりしてきたので、また前より、だいぶ、少ないリソースでやれるはずなんですよね。はい、ちょっとね、蛮族をやるのが楽しみで、早く来ないかなって思ってます。ララさん、もう終わっちゃう。いや、もうこれぐらいが適正です。もうあんまり長いと、いや、まあ、そう、2時間もあるアーカイブを見ていただくの、ちょっと申し訳ないなって思ったりをするんですよ。ただ、そう、皆さんすごく見てくださって、もうね、ありがたい限りです。でもね、そう、サクッと終わるときはね、サクッと終わるのがいいかなと思っていて、来週はね、また蛮族の攻略があるので、蛮族の攻略をしながら、またやりたいなと思ってるので、来週なんかね、もうすでに多分長そうな気がしてるんですけども、今週はね、そう、イベントの狭間なので、はい、今週はさっくりいこうかなと。はい、またね、そう、戦場がもう楽しみでしょうがないからな。これなんだっけ、これじゃないな。はい、この、やっと、先週の結論としては、1500%以上のバフのやつには勝てないという結論だったんですけど、今回1740にも、受けることができたということで、やっぱりもう日々ね、変わっているので、はい、明日のシャロンでの、戦闘を楽しみにしています。はい。富山さん、動画の影響ですかね。T11 億超えが普通にいますね。皆さん増やしている。いや、そうですね。というより、やっぱりもうだいぶ浸透しましたよね。もう、サーバー戦争とかがあっても、ログでT1 がある場合って、やっぱり AC チャットでざわざわして、あの人は T1 だから気をつけろとか、出すなとか、ラリーで攻めようとか、やっぱり戦場でも SVS でもそういう話題はもう、この半年間ずっとそういうのがあったので、見よう見まねで増やしてる方とかやっぱりいますし、まあちゃんとその属州都市だったり、防衛官のフラットバフをこだわってない人もいたりとかするので、なんていうか T1 を作ったけどちょっともったいないなっていう方もいたりはするものの、やっぱり基本はもう T1 になっちゃったかなと思いますね。ララさん、T1 ないとやっていけない時代。はい、もう T1 ないとやっていけない時代だと私は思っています。もう、ここ最近の戦争はもう、T1 がなかったら敵のサーバーに行っちゃいけない。必ず誰かに強い人に援軍でキャリーしてもらえる状況じゃないと、もう行ってもただただ死ぬだけ。こっちで殴るときにも、そう T1 が、ないことを確認しないと殴っちゃいけないっていう、もう600M 以上、戦力 600M 以上は T1 がいる可能性があるので、必ず偵察しないともう殴れないですよね。前と違って、高速、バブル落ち高速殴りが、罠だったりするので、ちょっともうできないですよね。偵察必須な世界になったかなって思います。はい。なので、そう、T1 はあくまでその最低限の防御力、PVP の参加料な気がしてます。はい。なので、私はそう、本戦はもうエレクトラのぶん殴りで稼ぎたいので、もう早くそっち育てたいんですよね。ヒカさん、400でも偵察します。400はさすがにあれじゃないですか。T1 だけで200で、空になっても、まあ、研究とかが進んでなかったら、100M もないかもしれないですけど、空っぽでも 80M ぐらいあるからな。残りの兵士が 100M ぐらいだと、もうなんか、T1 入ってなさそうな。もう500M 未満は私はぶん殴っていいかなってちょっと思ってました。多分、いても、仮に T1 がいても多分弱い T1 な気がしちゃうみたいな。
月見さん、T1 作るのとフラットバフ素材集めに疲れた。いやー、私ももうちょっと、ドラゴンの鱗が。ヒカさん、アタックして帰ってくるだけなら T1 いなくても余裕で行って帰ってきます。いや、私、それでアタックしてる間に、横からぶん殴られて、ボコられたんで、もう T1 ないで行くのやめようってなっちゃいました。もう、ラリーはテレポートで逃げれるけど、短期突、普通に勝てなくて、ダメだなーってなっちゃいましたね。ララさん、援軍入れてもらってる T1 罠城の可能性もありますね。そう、そのパターンはあると思います。同盟、同盟の、ハイブだったら、その 400M、500M は多分あまり関係ないですね。そう、援軍で、ホイホイされてる可能性があるので、偵察必須だとは思います。ヒカさん、いや、それが前に K33 で 300M 台でトラップキープいて突っ込んで負けたことがあるので、マジですか？ 300M 台でめっちゃ絞ってますね。よほどフラットバフの完成度が高くないと。それってあれですもんね、その射撃兵とかも少ないってことですもんね。そんなことあるんだ。それはやばい。確かに一度そんな経験をしてしまうとちょっともう怖くて偵察なしではやっていけないですね。まあもう、いやもうそうなんですよね。もう偵察なしでは多分やれなくて、そうから、遺跡でその交換するときのリワードの選択も最近加速を、絶対選びますね。正確には、ドラゴンの鱗シリーズが、ドラゴンの鱗シリーズとエレクトラが優先なんですけど、その次はジェムとかよりももう行軍時間の短縮上級。こいつが無限に必要ですよね。これないともう戦争ができないんで、テレポートよりも偵察を高速でやって、かつ、行軍も、高速でもう3秒以下で到達するようにみたいな。もう行軍時間の短縮が無限に欲しすぎてちょっと困ってます。ヒカさん、サバ戦中は偵察用オルトを敵サバに置きっぱなしなので、さすが2台持ち。いやちょっとね、私は1台しかないので、ちょっとその作戦は使えないな。なるほど、なるほど。確かにそう、偵察機とか、釣り用のサブアカを使ってる人めっちゃいますよね。前のやつもそうだったな。最近のサーバー戦争は、そう、これもう絶対オルトだよなっていうアカウントがめっちゃいるもんな。ララさん、うちのサブが T1 が7000万で今 50.6M なので、少し上の兵を作っても 200M から 300M くらいまで抑える予定。ふふふ。すごい。いや、そんなもんで作れるんですね。まあでもそれに特化すれば作れるんだよな、きっと。多分、建設とかも多分スリムってことですよね。私多分、建設と研究だけで、確か空になっても 90M ぐらいあるんですよ。多分それだと多分ダメで。あとあれだ。この将軍持ってる数とか、装備持ってる数も、この総合の戦力に影響しちゃいますからね。多分、スリムに作れば、100M とか 300M いけるんですね。すげえ。これは怖いな。カタラウム、シャロンか。0時2時。はい、明日、そう、今日早く終わろうと思ったのは、明日が2時まで、シャロンがあるから、そう、今日ぐらいは早めに寝なきゃと思ったんだ。最近ちょっとね、別ゲームでも夜更かしをしまくってるんでね、睡眠時間が足らなくて、
ポケモンスリープのカビゴンが、いつも、ポケモンスリープのカビゴンじゃない、カビゴンの周りにいるポケモンたちがいつも眠そうな顔してて、もうちょっと申し訳なくなってきたんで、さすがに寝ないとな、みたいなのをね、思ったわけですよ。偉い。今日こそ早く寝るぞ。ララさん、まさしく専用なので本当に超スリムです。いや、そういうことですよね。はい。ちょっともう、基本的には、B1 がいるから、ナメプしちゃダメで、常に偵察しましょうっていうことなんだ。ララさん、ポケモンたちが眠そう、かわいい。いや、そうなんですよ。眠そうにしてるんですよ。めっちゃ、眠そうな目で疲れた雰囲気を出しているんですよ。はい。それもこれも私が寝ないでいつも2時のビップ本を取ってから寝る生活をしているせいなのかもしれないんですけれども、たまにはね、明日確実にビップ本取れるんで、今日はね、早く寝ます。ということで、一通り、喋りたいことは喋ったかなというところで、まあ、順調に、準備ができてきたので、またね、明日の戦場も楽しみですということと、木曜日のユミルが始まるんで、ユミルをね、皆さん、みんな大好きユミルですね。はい、木曜日からあるんで頑張りましょうっていうところと、金曜日からね、みんな大好き資源消費還元イベントと、バーブですね、蛮族が始まりますんで、しっかりリワードをゲットしていきましょうっていうところかなってところです。はい。はい。あとは、全然別の話で、そう、コメントを皆さん、たくさん、書いてくださるので、せっかくなので、なんかもうちょっとね、コメントを見えるように、チャット欄を開かなくても、画面内にコメントが出るように、ちょっと工夫をしたいなというところを考えています。はい。はい。まあ、工夫をするというか、友達にね、ちょっと、どうやればいいか、教えてってコメントの枠、作ってほしいってお願いをした感じなんですけれどもはい、それがね、完成したらちょっといろいろ切り替えようかなと。はい。そう、なんか別に、配信中、トークする必要ないんですよね。こういう、なんかもうちょっと、なんか近く、こういう感じで、アップにしとけば、別に、なんだろう、もう少し、ゲームの描画領域狭くてもいいなっていうのを思ったので、はい、ちょっと、少しね、画面切り替えとかをして、この縦長のこのイベントセンターとかこういうメニューを見るときには、少し画面を切り替えて、これが見やすいようにしたりとか、はい、将軍一覧とかが見ようとするときには、それが見やすいように、少しなんか工夫をしようかなと思ったりしていますっていう、最近の近況です。はい。というところで、キリがいいので、今日は、このぐらいで、配信を終了しようかなと思います。はい。画面切り替えました。さて、はい。今週も、たくさんコメントいただきましてありがとうございます。高評価もありがとうございます。はい。またね、引き続き、来週の火曜日ですね。来週の火曜日も予定通り、ボニーのプレイ配信していこうと思ってますので、お時間ありましたらまた、見に来ていただけたらと思います。はい。あと、アーカイブをね、たくさん見てくださってる方が多くて、コメントとかを、チャットじゃなくても、コメント欄とかに、書いて、好きにコメントしていただけると、はい、そちらも参考になりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、そんなところで今日もありがとうございました。あ、お疲れ様でした。おつじゃる様でしたと。はい。いや、お忙しくないです。遊んでばっかりです。はい。いや、本当は仕事忙しいはずなんですけどね、なんか仕事よりなんか最近ゲームしすぎな気がします。はい。いや、
ですね、今忙しい時なんで、はい。睡眠時間も削って、はい、遊びまくってるんですけれども、今日は早めに寝ようと思います。ということで、お疲れ様でした。はい。またね、来週の、配信でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録や高評価お願いします。ということで、今週もおつじゃる様でした。ありがとうございました。